それでは、応用情報技術者試験の入りからやっていきます。最初の問題はこちらです。マイクロサービスアーキテクチャの最も代表的な特徴として、適切ではないものを選んでくださいという問題です。A、ビジネスの機能に沿ってサービスを分割する。B、各サービスは独自のプロセスとして実行され、軽量なメカニズム、HTTP の API などで通信する。C、すべてのサービスが単一の巨大なデータベースを共有し、データの一貫性を強制する。D、サービスごとに異なるプログラミング言語や技術スタックを選択できるとなっております。では皆さん A、B、C、D どれが正解でしょうか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。はい、では答え見てみましょう。答えはこちらです。はい、C、すべてのサービスが単一の巨大なデータベースを共有し、データの一貫性を強制する。これはマイクロサービスアーキテクチャの代表的な特徴として適切ではないということですね。では、この問題の解説をしていきたいと思います。はい。ここではマイクロサービスアーキテクチャについてお話ししていきます。以前の種類はモノリス、一枚岩みたいな意味がある言葉なんですけど、以前はこうやってモノリスっていうスタイルだったんですよね。モノリスは一つの巨大な建物の中に、認証とか在庫管理とかカード管理とか、そういった全ての機能がギュッと詰まっているような状態です。このようなガチッと固まったものが一つの巨大なアプリケーションとして機能しているっていうのがモノリスっていう仕組みですよね。で、モノリスは一見シンプルで綺麗なアプリケーションが出来上がっていけそうなんですけれども、実は困ったこともありまして、それはですね、どこか一箇所を直したいなと思った時に、建物全体が崩れないかどうかっていうのをチェックしないといけないっていう点ですね。はい。なので A を修正した時に B とか C とか D にちょっと影響してしまうので、全体をうまく見ながら A を調整していかなければいけないとか、身動きの取りづらいっていうのがモノリスのちょっと悩みだったんですよね。で、そこで登場したのが今回勉強しているマイクロサービスです。マイクロサービスは巨大なビルを建てるという感じではなくて、役割ごとに小さなお店を独立させて作るようなイメージになっています。なので、サービス1に認証の機能を持たせて、サービス2にカード管理の機能を持たせて、サービス3に在庫管理の機能を持たせる。こんな感じですね。そしてこれらの小さなお店が API の通信を通じてお互いにデータのやり取りを行うことで、一つの大きなシステムとして機能すると。そんな仕組みになっています。これがマイクロサービスという仕組みになってますね。じゃあなぜこのようにわざわざサービスを分けるのかというと、理由が3つあります。大きい理由ですけどね。まず理由1つ目が障害に強いですよということです。例えばどこか一つのお店がシステムダウンしたとしても、他のサービスがしっかり機能していればサービスを継続して提供することができます。サービスを分けることでシステム全体が止まってしまうっていう最悪の事態を防ぐことができますということですね。例えばモノリスだとデータベースっていうようなサービスが一つあったとして、そこがもう停止してしまうと全てのサービスが利用できなくなってしまうっていうことになるんですけど、このようにサービスを分けておいて、それぞれがデータベースを持っておくっていうことで、一つのサービスが止まったとしても他のサービスで全体のシステムを止めずにサービスを提供することができると。そういったメリットがありますということですね。はい。で、メリットの2つ目が、個別にサービスの更新がしやすいことですね。例えばカート機能だけを新しくしたいというときは、カートの機能だけそこを新しくすることができます。はい。というのも、他のサービスと独立して存在するので、対象のサービスだけをサクッと更新できますよということになっています。で、最後は多様性ですね。多様性は、このサービスはスピード重視だからこの言語にしましょうとか、あのサービスはデータ分析が得意だからこの DB にしようとか、そういうふうに適材適所でサービスを使い分けることができますよということになっています。はい。で、まとめますと、これまでは
モノリスなシステムで全てのサービスがしっかり結合されて一つの大きなアプリケーションを提供していたんですけど、それだと一つ一つのサービスが影響しやすくて、サービスの更新が大変だったり、さらには一つのサービスがダウンしたら全体に影響しやすいという問題があったので、マイクロサービスが今主流ですよと。で、マイクロサービスは小さく作ってそれぞれを賢くつなぐ、そんなイメージですね。そのように作ることで変化の激しい時代に対応する柔軟な設計思想になっているということになっております。はい。ということで皆さんイメージついたでしょうか。では、実際どんな問題が出たのか挑戦してみてください。はい。令和6年秋の問い47ですね。マイクロサービスアーキテクチャを利用するとき、システム構築上の利点はどれかという問題です。あ、各サービスが使用するプログラム言語、ライブラリおよびミドルウェアを統一しやすい。い、各サービスが保有するデータの整合性を確保しやすい。う、各サービスの変更がしやすい。え、各サービスを呼び出す回数が減るので、オーバーヘッドが削減できるとなっております。はい、皆さん、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。では答え見てみましょう。答えはこちらです。はい。うの各サービスの変更がしやすいが正解ですね。正解した皆さんおめでとうございます。はい。では解説していきます。先ほど説明したので、もうイメージできたんじゃないかなと思いますけど、改めてさっと解説しておきますね。まず正解はうでしたね。各サービスの変更がしやすいっていうのがマイクロサービスアーキテクチャの利点です。今までは左側にあるような一つの巨大な塊、アプリケーションができていたんですが、それだと一部回収したいよとか、そういった時に少し回収しにくいといった問題があったりしました。なので、今はマイクロサービスアーキテクチャが主流ですよということですね。それぞれのサービスをバラバラに独立させることで、特定の機能だけを素早く安全に変更したり、デプロイしたりすることができます。このように変更の容易さっていうところが、マイクロサービスの最大の利点と言えますよね。はい。で、間違い選択肢もさっと見ておくと、プログラム言語と統一しやすいって書いてましたけど、これは逆ですよね。サービスごとに最適な言語を自由に選ぶことができる。これが利点ですよね。で、あとはデータの整合性を確保しやすいっていった記述もあったんですけど、これも間違いですよね。データベースがサービスごとに分散されてしまうので、システム全体で厳密な整合性を保つっていうのは、むしろモノリスの方が得意だったりするんですよね。なので少しそういったデータの完全な整合性っていうところは取りにくくなっていきます。で、最後はオーバーヘッドが削減しますよっていうことが書かれていたんですけど、これも逆ですよね。サービス同士がネットワーク越しに API を使って通信することになるので、そういった通信が発生するので、通信が削減できるかって言えば、むしろモノリスよりも増加しますよね。通信のオーバーヘッドが発生してしまうので、オーバーヘッドはむしろ増加してしまうっていう特徴があったりします。はい。まとめますと、マイクロサービスっていうのは管理の複雑さやこういったオーバーヘッドが発生してしまうという代償があるんですけど、そういった代償を払ってでも可用性とか開発のスピード、拡張性、そういったものを手に入れるための手法ということで現在よく使われていますということでご認識いただければなと思います。はい。そして最後ちょっとだけおまけをお話ししますと、じゃあ実際にマイクロサービス利用しているサービスってどんなのですかというところで Amazon の事例をお伝えしてみたいと思います。まず左側、ビフォーをご覧ください。はい。Amazon もですね、昔はモノリスでした。なので、注文、検索、支払いとか、すべての機能が一つにがっちりまとめられていたんですよね。ただやっぱりモノリスって問題があって、先ほどもお話ししたように、検索機能だけ少しだけ直したいなっていう時でも、この巨大なシステム全体をうまく調整しながら修正しなくてはいけないので、なかなか一部だけ変更するというのは大変でしたと。イラストの男性も、変更が大変って、大事なことなんで2回言ってますね。それほどやっぱり大変だったみたいです。そこで Amazon が導入したのがマイクロサービス化ですね。こういった巨大なお城を検索だけの機能、カートだけの機能とか、そういった独立した小さなサービスに分けていきましたと。これがマイクロサービスでしたよね。で、マイクロサービスにするおかげで、例えばおすすめ商品だけを新しくしたいなという時に、他の
サービスに影響を与えずにさっと回収することができるということになっています。はい。で、このような小さなサービスにしたときに、どういうふうに人をアサインしますかみたいな話で、Amazon の有名なルールがあるので、ここまで紹介したいと思います。2枚のピザチームっていう話があるんですけど、これ完全余談で聞いてもらえればいいんですけど、Amazon はこの2枚のピザチームっていう手法を使ってチームを組んでいますよって話です。これは、この各チームの人数は2枚のピザを全員でちょうど食べきれる規模、だいたい6人とか10人程度にするべきっていう考え方ですね。やはり人数が多すぎると会議や意見の調整ばかりで開発が進みませんと。少人数であればコミュニケーションがスムーズで素早い意思決定ができます。はい。ということで、巨大なシステムを小さく分けていくマイクロサービスと、あとは迅速に動ける2枚のピザチームですね。こういったことを活用して Amazon は自身のサービスを提供しているんだなみたいなイメージをしてもらえると面白いかなと思います。はい。今お話ししたように、勉強した内容が実際にはどのように実社会で機能しているのかとか、そういった部分を意識していただくと、勉強した内容がより定着するかなと思うので、皆さんもお時間があるときはですね、調べてみていただけると面白いかなと思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。